人類の歴史はたかだか数千年で語られます。しかし、その人類の文明が築かれたこの大地自体には、想像を絶する46億年という途方もない記憶が刻まれています。それは、神話や伝説が始まるはるか以前の物理と科学の法則だけが支配する恐るべき時代の物語です。私たちは今、その記憶の扉を開けようとしています。もしあなたがタイムマシンに乗って45億年前の地球を訪れたとしたら、一瞬で蒸発してしまうでしょう。そこは生命の気配などみじんもないすべてが溶融した灼熱のマグマオーシャンでした。地表は数千度の超高温に達し、空は有毒なガスに覆われていたのです。この荒々しい惑星がどうやって奇跡の生命の星へと変貌したのでしょうか。この旅は単なる地質学の講義ではありません。これは絶望的な環境の中で無機物が偶然そして必然的に自分自身を複製するという奇跡的な能力を獲得し、生命という現象を生み出した宇宙で最もドラマティックなサスペンスです。私たちが今日呼吸し考え、そして歴史を語ることができるのは、この遠い昔の出来事の連鎖があるからです。今日の物語は、地球誕生から生命が環境を根本的に変革する第3回イベントまでの数十億年にわたる壮大な歴史をたどります。我々の故郷である地球がどのようにして形作られ、生命の最初の種がどこでどのようにまかれたのか、その答えを探ります。この深遠な歴史を理解することは、現代私たちが直面する環境問題や宇宙における生命の可能性を考える上で決定的な意味を持つのだ。古代ギリシャの賢者たちは世界の根源アルケーを探求しました。タレスは水だとし、アナクシメネスは空気だと考えました。彼らの問いは神話から理性の領域へと人間の思考を導く先駆けとなりました。しかし彼らが夢にも思わなかった物理的な真実が地球の深部に隠されていたのです。デモクリトスがすべてが不可分な原子アトムからできていると提唱してから数千年を経て、私たちは初めてその原子がいかにして組み合わさりやがて思考する存在を生み出したのか、そのメカニズムを解き明かす鍵を手にしました。この動画を通して歴史の教科書には乗らない地球という生命体の最も根源的な物語にじっくりと耳を傾けていただきたいと思います。さあ、靴を脱ぎ、時間の概念を捨て去ってください。私たちがこれから旅するのは数十億年の歴史を秒単位で駆け抜ける極限の深淵なる世界史です。この壮大な旅の先に、私たちが生きる今という一瞬がいかに奇跡的であるかを再認識できるでしょう。最後までお付き合いください。地球の歴史は約46億年前、太陽系の形成初期に始まりましたが、ゴミが集積し重力によって塊となり原始惑星が形成されました。この過程はわずか数千万年で完了したと考えられています。この時期地球は途方もない熱に包まれていました。衝突の熱、放射性崩壊の熱、そして重力収縮の熱により表面は完全に溶融し、地球全体が灼熱のマグマオーシャンとなったのです。このマグマオーシャン時代に地球の未来を決定づける最も重要な出来事、惑星の分化が起こりました。重い元素、特に鉄とニッケルは重力によって中心へと沈み込み、現在の核を形成しました。一方、比較的軽い計算塩物質は
浮上しマントルとアトの近くを形成する材料となりました。この文化こそが生命にとって不可欠な条件を生み出す第一歩でした。分化の過程で発生した熱と液体の鉄が流動する核の対流により地球は強力な地磁気フィールドを獲得しました。この事情は太陽風と呼ばれる宇宙放射線から後に形成される薄い大気と地表の原始海洋を守るシールドとして機能します。もしこの地磁気がなければ大気は宇宙空間に吹き飛ばされ、地球は火星のように生命が存在できない不毛の地になっていたかもしれません。そして地球史において最も劇的な出来事の一つが約45億年前に発生したと考えられています。それは火星ほどの大きさの原始惑星テヤがまだ若かった地球に衝突したジャイアントインパクトです。この破局的な衝突により地球の物質とテヤの物質が宇宙空間に大量に飛散し、それが後に集積して月を形成しました。月の誕生は単なる天文学的な出来事にとどまりませんでした。この巨大な衝突は地球の自転軸を傾け自転軸の傾斜潮汐力を生み出し後の進化に影響を与えるリズムを生み出しました。また衝突によって地球の自転速度が緩やかになり環境が安定する一因ともなったのです。月は地球の歴史において単なる衛星ではなく共犯者あるいは協力者だったと言えるでしょう。マグマオーシャンがゆっくりと冷え始めるにつれて地球の内部からの火山性ガスアウトガスが噴出し始めました。この火山活動は大量の水蒸気に酸化炭素に窒素になどを大気中に放出しました。これが地球の初期大気すなわち還元性大気を形成したのです。しかしこの大気には私たちが呼吸する酸素はほとんど含まれていませんでした。やがて地表の温度が水蒸気の凝結点すなわち100度以下にまで下がると大気中の水蒸気は雨となって降り注ぎ始めました。それは数万年から数十万年にわたる途方もない豪雨でした。この雨こそが地球の表面に原始海洋すなわち生命のゆりかごとなるべき液体の水を形成したのです。古代の哲学者タレスが言ったように水は世界の根源をなす上でまさに決定的な役割を果たしました。この原始海洋が形成されたのがおよそ44億年から38億年前の初期の太古代アーキアンと考えられています。この時期太陽は現在よりも光量が弱かったのですが、大気中に高濃度で存在する二酸化炭素などの温室効果ガスが毛布のように地球を包み込み、液体の水を保つのに十分な温度を維持しました。これは暗い太陽のパラドックスを解決する鍵でもあります。しかしこの原始海洋は現在の海とは大きく異なりました。火山性ガスや近くが溶け出したミネラル鉄、マグネシウムカルシウムが豊富に溶け込んだ酸性の科学的なスープでした。このスープこそが後の生命誕生に必要な素材を供給する巨大な化学反応炉となったのです。この激動の時代の終焉、およそ40億年前には、地球は次のステップに進むためのすべての物理的、科学的条件を整えていました。すなわち核マントル、近くの分化地磁気、シールド液体の水そして還元性大気です。舞台は整いました後は、この化学スープの中でいかにして無生物が生命へと転じるかという奇跡を待つだけでした。生命の誕生すなわちアビオジェネシス、非
生物起源説は、この原子海洋あるいは深海の特殊な環境で起こったと考えられています。この過程は、単純な無機物から複雑な有機分子へと、ステップを踏んでいく科学進化の歴史です。ここからは、生命がどのようにして、情報伝達と代謝という2つの決定的な能力を獲得したのか、その謎に迫ります。その鍵となる実験が、1953年にスタンリー・ミラーとハロルド・ユーリーによって行われた有名なミラー・ユーリー実験です。彼らは、初期地球の大気を模したメタン、アンモニア、水蒸気、水素の混合ガスに、電気放電、雷をシミュレートを加えることで、生命の基本的な構成要素で、あるアミノ酸が自然に合成されることを実証しました。生命の素材は、科学的に自然発生可能だったのです。アミノ酸やヌクレオチドといった生命のビルディングブロックが、原子スープの中で豊富に存在することが示されましたが、次のステップははるかに困難でした。それらの単量体モノマーを生命の機能を担う巨大分子である高分子ポリマー、すなわちタンパク質や核酸へと連結させる10号10号です。特に水中で10号反応を進めるのは科学的に難題でした。ここで重要な役割を果たすのが深海熱水噴出孔です。海面下数千メートルに位置する。これらの噴出孔は、地熱によって加熱され、鉄や硫化水素など、化学反応を促進する触媒となるミネラルが豊富に供給されます。また、周囲の冷たい海水との間に極端な熱と化学勾配を生み出し、この隔離された環境が有機物の重合を可能にしたのではないかという仮説が有力です。重合によって生命の基本的な2つの機能が誕生しました。一つは細胞の活動を担う代謝、そしてもう一つは情報を子孫に伝える遺伝複製です。しかし生命活動には遺伝情報を保持するへと代謝を促進する触媒酵素であるタンパク質の両方が必要です。情報が先か代謝が先か。これは生命起源論における鶏と卵のジレンマでした。このジレンマを解決する鍵となったのがワールド仮説です。この仮説では、リボ核酸が情報伝達役位の機能と触媒薬酵素の機能の2役をこなす。まさに万能な分子だったと考えられています。胃の中には、リボザイムと呼ばれる自らの複製を助けたり他の化学反応を触媒したりする能力を持つものが発見されています。これは生命の初期段階における極めて重要な中間形態を示すものです。生命が生命たるためには外界と内部を区別する境界が必要です。複製能力を持つ分子が単に原子スープの中に漂っているだけでは、すぐに拡散したり他の有害な分子と混ざってしまったりします。ここで登場するのが脂質、リピッド分子です。脂質は水中で自然に集まり二重層の膜、メンブレンを形成し、小さな胞状のプロトセル、原子細胞を作り出しました。プロトセルが誕生したことにより内部に濃縮された化学物質が効率的に反応するようになり、自然選択、ダーウィン進化の対象となり得ました。より効率的にエネルギーを利用し、より正確に複製できるプロトセルこそが生き残って数を増やしていったのです。こうして、約38億年前、生命の統一祖先アス・ニベルサル・オンモン・エンチェストルが誕生したと推定されています。胃は現在のすべての生命、バクテリア・アーキア、そして私たち人を含む真核生物が共通して持つ遺伝子情報の伝達エネルギー代謝、そして
細胞膜の構造といった基本的なシステムを確立した存在です。その後生命は太古代アーキアンの還元性環境に適応し、深海や近くのエネルギーあるいは初期の光合成嫌気性、光合成を利用して生きていました。まだ地球上に酸素はほとんどありません。生命が地球環境そのものを根本から変え始めたのは、シアノバクテリアが登場し、酸素発生型光合成という革命的な技術を獲得した時です。それ以前の光合成は、硫化水素などの水素源を利用していましたが、シアノバクテリアは約35億年前に圧倒的に豊富に存在する水尿を電子源として利用する方法を編み出しました。この光合成の副産物こそが、酸素鬼でした水から抽出された酸素分子は、まず海洋中に放出されました。しかし当時の海洋には、大量の溶解鉄が存在しており、酸素は、直ちにこの鉄と結合し酸化鉄、赤サビとなって海底に沈殿していきました。この過程が何億年にもわたって、続き地球史において、最も顕著な地質構造の一つである島上鉄高層体上鉄構想です。アンデダロノールマティオンソ。島上鉄構想が示すように、地球の海は文字通り錆びていきました。この鉄の錆びるプロセスが何十億年もの間、シアノバクテリアが生産する酸素を吸収し続けたのです。しかし約25億年前、ついに海洋中の溶解鉄が飽和点に達しました。これにより余剰な酸素は海中から大気中へと漏れ出し始めました。この酸素濃度の大気中への急激な上昇あるいは長期的な持続的上昇が第3回イベント、レア・フィダティオンベントとして知られています。これは生命活動が惑星規模の環境を再逆的に変化させた地球史上最大の環境革命でした。第3回イベントは当時の地球に支配的であった嫌気性生物にとってはまさに酸素ホロコーストと呼ぶべき大惨事でした。彼らにとって酸素は猛毒であり、多くの生命が絶滅するか、あるいは酸素のない深海や泥の中といった限られた嫌気性の避難所へと逃げ込まざるを得ませんでした。しかしこの危機は同時に新たな進化の機会をもたらしました。一部の生命体はこの毒である酸素を利用する能力、すなわち高気性呼吸という革新的な代謝メカニズムを獲得しました。高気象呼吸はそれまでの嫌気性代謝に比べて圧倒的に効率の良いエネルギー獲得方法であり、後の複雑な生命の進化を可能にするエネルギーの基盤となりました。酸素は大気の上層部で太陽からの紫外線と反応し、オゾン層酸を形成し始めました。オゾン層の形成は地球上の生命にとって二重の意味で重要でした。第一に強力な放射線を遮断し、第二に生命が水中から陸上へと進出するための安全な環境を提供する盾となったのです。この第3回イベントを通じて地球は還元性酸素欠乏から酸化性酸素豊富へとその科学的アイデンティティを劇的に変化させました。この生命による惑星規模の工学がなければ現在私たちが知るような多細胞生物動物そして人類の登場は絶対にありえませんでした。先カンブリア時代の広大な歴史の中で生命は環境の変化に適応するだけでなく環境そのものを創造する力となったのです。この環境安定化の後生命はさらに複雑な構造へと向かう次の大きな飛躍を遂げます。
それが真核生物の誕生です。約20億年前、細胞の歴史における最大の共生イベントの一つ、エンドシンビオシス、細胞内共生が発生したと考えられています。これは、ある原始的な細胞が別の小さな好気生、バクテリアを取り込みそれを消化せずに、共生関係を築いたという出来事です。取り込まれた好気生バクテリアは、後にミトコンドリアとなり宿主細胞に高効率のエネルギー生産システム、高気生呼吸を提供しました。光合成を行う細胞においては、同様に葉緑体が共生によって誕生しました。この真核生物の誕生は、細胞核や複雑なオルガネラを持つ巨大で、複雑な生命体への進化を可能にしました。真核生物が安定的に存在するようになると次は、多細胞生物への進化が始まりました。単細胞生物がコロニーを作りやがて、細胞間の役割分担分業が生まれることで、複雑な組織や器官を持つ多細胞生物へと発展しました。この多細胞化への移行は、およそ10億年前から始まりました。この長い原生代プロテロゾイックを通じて生命は、静かにしかし確実に複雑性を増していきました。この時代には、大陸が何度も分裂衝突を繰り返すときに、地球全体が氷に覆われるスノーボールアースと呼ばれる極端な氷河期も経験しました。これらの環境的な激変は、生命にさらなる試練を与え生き残った者だけが、次の段階へと進むことが許されました。そして、約5億4000万年前地球は、再び生命史上最大のドラマを迎えます。それがカンブリア爆発です。地質学的な瞬きのような短い期間に、ほとんどの動物モンフィラが出現し、硬い殻や骨格を持つ多様な生物が一斉に化石記録に登場し始めたのです。この爆発的な進化の要因としては、原生代を通じて大気中の酸素濃度が臨界点に達し、複雑な体の構造を維持するためのエネルギーが確保されたこと、そして捕食者の出現による進化的な軍拡競争が始まったことが挙げられます。アノマロカリスのような初期の捕食者の登場は、被食者に防御のための硬い外骨格や素早い移動能力を進化させるようしたのです。カンブリア紀に出現した生物の中には、後のすべての脊椎動物の祖先となる原始的な脊索動物、脊索動物も含まれていました。例えば、小さな魚のようなピカヤです。彼らの登場は、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして、私たち哺乳類に至る壮大な進化の道のりの出発点となりました。この圏星代、ファネロゾイックの始まりは、地球が完全に生命の惑星として成熟したことを意味します。原始的な生命が数十億年かけて、自ら環境を整備し、自らに必要な酸素を生み出し、そして最後にその酸素を利用して複雑な体を築き上げたのです。古生代パレオゾイックに入ると生命はさらに多様化します。魚類は海洋を支配し、その後一部の魚類が両生類へと進化し、ついに水辺から陸上へと進出する歴史的な一歩を踏み出しました。この陸上への進出を可能にしたのも、オゾン層による遮断という太古のシアノバクテリアの功績でした。陸上では植物が先行して進出し、分厚い土壌層を作り出しました。これにより初期の節足動物や両生類が
陸上で生存するための生態系が整えられました。約3億6,000万年前、陸上は巨大なシダ類や初期の針葉樹が茂る世界となり、複雑な食物連鎖が成立しました。その後、中生代、メソゾイックでは、爬虫類が陸上を支配し、恐竜が君臨する時代となります。しかし進化の陰には、常に小さな初期の哺乳類が存在し、彼らは恐竜の支配下で夜行性としてひっそりと生き残る道を選びました。彼らは絶えず進化のプレッシャーにさらされながらも、その小ささと機動性によって生き抜く術を学んでいったのです。そして約1,600万年前、巨大な隕石衝突による白亜紀末の大量絶滅が起こり、恐竜の時代は終焉を迎えます。この破局的なイベントこそが、それまで脇役であった哺乳類に地球の支配者となる機会を与えたのです。環境がリセットされたことで、新たなニッチ生態的地位が生まれ、哺乳類は爆発的な多様化を遂げることになります。この大絶滅を生き延びた哺乳類は、新生代セノゾイックにおいて爆発的に多様化しました。そのうちの一群である霊長類から約600万年前に、私たち人類の祖先へとつながる系統が分岐しましたに、側歩行の開始脳の大型化、そして火の利用へと人類の進化は加速していきました。特に火の使用は食べ物のカロリー効率を高めより大きな脳を維持するために不可欠なプロセスでした。最終的に約12,000年前に新石器革命が起こり、人類は狩猟採集生活から農業へと移行し、定住と文明の基盤を築きました。これは地球史の46億年というスパンから見ればまさに最後の瞬きのような出来事です。しかし、この瞬間こそが私たちが今この壮大な歴史を振り返る知性を持つに至った瞬間でもあります。地球の歴史を振り返ると、その進化は常に地質学的要因と生物学的要因の間の相互作用、すなわち共振化によって推進されてきたことがわかります。マグマ、オーシャン地磁気付きの形成といった物理的な基盤がまず整い、その上に生命という科学的なシステムが誕生しました。生命の誕生は単なる科学の成功物語ではなく、地球を根本から変える惑星規模のエンジニアリングでした。シアノバクテリアが生み出した酸素は地表の化学を酸化させ、後の複雑な生命が持つエネルギー代謝の道を切り開きました。生命が存在しなければ、地球は今もなおメタンやに酸化炭素に覆われた赤い惑星のままだったでしょう。もしも低アトのジャイアントインパクトが起こらず、月が誕生しなかったら、地球の自転軸は不安定で潮の満ち干もなかったかもしれません。その場合、生命は安定した環境を得られず、進化は遅々として進まなかった可能性が高いです。あるいはもしも第3回イベントが起こらなければ、エネルギー効率の悪い嫌気性生命体が支配し続け、複雑な多細胞生物は生まれなかったかもしれません。歴史の教訓は、恒常性の維持がいかに難しいかという点にあります。地球の歴史は極端な気候変動や大量絶滅が繰り返される絶え間ない危機との戦いの記録です。生命は自らが生み出した毒である酸素に適応し、スノーボール・アースのような極寒の時代を生き延びることで、その複雑性を高めてきました。古代ギリシャの哲学者たちが世界の根源を水や空気といった物質的要素に見出そうとした
探求は、現代科学における還元主義の先駆けとなりました。デモクリトスが提唱した原子の概念は、数千年後の科学によって、生命の究極的な構成要素として実証されています。彼らは、神話から理性の領域へと、我々の思考を導いた歴史上の偉大な先駆者だったと言えるでしょう。私たちの文明は、この数十億年の歴史の上に成り立っています。私たちが利用する化石燃料鉄鉱石、そして呼吸する酸素すべてが、この太古の地質学的、生物学的プロセスによって形成された遺産です。生命は地球というシステムと一体化し、互いにフィードバックを与え合う巨大なガイアシステムを形成していると言えるかもしれません。現代社会が直面する気候変動や環境破壊といった問題は、この生命と環境の繊細なバランスが崩れようとしていることを示しています。私たちは今、太古の生命が成し遂げたように、自らの活動が惑星規模の科学的変化を引き起こす人、新生アントロポセンという新たな地質学的時代に突入したと言われています。この壮大な歴史を学ぶことは、私たちに謙虚さと責任を教えてくれます。生命の誕生と進化は、数十億年にわたる偶然と必然、そして絶え間ない適応の結果であり、この奇跡的な環境を維持することが、現代を生きる私たちの最も重要な使命の一つなのです。さて、46億年の旅を経て、私たちは今現代へと戻ってきました。灼熱のマグマオーシャンから始まりテヤの衝突による月の誕生、そして液体の水の獲得、生命はこの過酷な舞台で化学進化を経て最初の原子細胞へと進化しました。この太古の歴史がなければ、真核生物も多細胞生物も、そして私たち人類の知性もこの地球に存在することはなかったでしょう。で、シアノバクテリアによる光合成という地球史最大の革命が起こり、第3回イベントという環境的大惨事を経て、地球は複雑な生命を育む星へと変貌しました。私たちはこの地球の深い歴史を知ることで、自らの存在の根源を理解することができます。この途方もない道のりが、私たちの目の前にあるすべての生命の基盤なのです。この動画が皆さんが日々目にする自然や遠い宇宙への探求に。最後に重要なお知らせがあります。この動画は歴史教育およびエンターテインメントを目的として作成されており、特定の政治的宗教的立場を支持するものではありません。歴史的出来事には諸説あり、新たな発見によって解釈が変わる可能性があります。また、演出上の理由から一部の会話や状況を再構成している場合があります。過去の歴史から学びより良い未来を考えるためのきっかけとしてご覧いただければさ。